こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー16です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。ペットボトルを利用してサンドブラストします。これを作ります。サンドブラストしている場面です。こちらは投入です。裏返すと注ぎ口が付属しています。これは容器に差し込んで使用するものです。この注ぎ口を利用します。セリアのエアチューブです。直径6ミリです。60センチ使用します。千枚同士を熱したら穴を開けます。エアチューブより大きくならないようにエアチューブと照らし合わせながら少しずつ穴を大きくしてください。穴にエアチューブを差し込みます。網戸を使用します。横50ミリ、縦60ミリに切りました。注ぎ口に巻きつけます。クリップで仮止めします。0.5 ミリの真鍮線2本で固定します。1本目を巻きつけました。クリップの位置を少しずらします。はみ出ている部分を切ります。2本目の真鍮線を巻きつけます。はみ出ている部分を切ります。糸と針で空いている部分を縫います。縫い終わりました。1リットルのペットボトルです。ペンで印をつけます。千枚同士を熱したら穴を開けます。大きくなりすぎないように注意してください。エアチューブを差し込みます。少しきついぐらいが良いです。もし穴を大きく開けすぎた時などは、テープで塞いで別の位置に穴を開け直してください。ペットボトルのキャップ側からエアチューブを取り出します。豆乳の注ぎ口に差し込みます。エアチューブを引っ張って豆乳の注ぎ口がペットボトルの底に来るようにします。ペンで印をつけます。空気を送り込む穴を開けます。セリアのエアチューブを60センチ使用します。千枚同士を熱して穴を開けます。先ほども言いましたが、もし穴開けに失敗したらテープで留めて別の位置に穴を開け直せばよいです。エアチューブを差し込みます。少しきついぐらいが良いです。安永のエアポンプです。YP15A、風量15リットルです。このエアポンプで空気を送り込みます。エアチューブを差し込みます。直径 4.5 ミリの網戸のゴムです。10ミリほど切ります。エアチューブの先端に網戸のゴムをはめ込みます。ホースの長さは2本とも60センチです。エアポンプから出た空気はペットボトルの上から入り、ペットボトルの下から出ていきます。こちらは砂利です。豆乳の注ぎ口が見えなくなるぐらいまで砂利を入れます。完成しました。ペットボトルにサンドブラストメディアを入れます。アルミナシャープ120です。この状態でエアポンプの電源を入れれば、アルミナが飛び出してサンドブラストはできます。しかし、アルミナが飛び散ってしまうので、飛び散らないように箱を作ります。画像の箱を作ります。しかし、この箱は小さすぎて作業しづらかったので、もう少し大きい箱で作ることをお勧めします。ポップコーンの空箱です。
先ほども言いましたが、この箱は小さいので、もう少し大きい箱で作ることをお勧めします。ダイソーの食品容器です。同じものを3つ使います。食品容器でおおよその丸を書きます。2と3の位置は90度です。ナイフを熱したら穴を開けます。100均で購入したハサミです。マスキングテープで仮止めしています。1と2の青色の蓋は内側になっていますが、最終的に青色の蓋は外側になるのでご注意ください。最終的に1と2の青色の蓋は外側になります。マジックで印をつけます。120番の耐水ペーパーで傷をつけます。水をつけながらこすります。バーコードのところは砂を取り出す口をつける場所です。外側内側をこすります。1、2、3の穴の外側と内側をこすりました。しかし、内側はこする必要はなかったと思います。外側だけこすれば良いと思います。ダイソーの食品容器です。マジックで印をつけた部分をこすります。1と2にはマスキングテープを貼ります。切り取る部分に×をつけます。3にはマスキングテープは巻きません。切り取る部分に×をつけます。1にはマスキングテープを巻きました。3は巻いていません。ナイフを熱したら1と2のマスキングテープ部分を切り落とします。60ミリになりました。1と2の蓋側を切ります。次は3です。3は蓋側は切りません。底側のみ切ります。3の蓋はそのままです。1と2は同じように切りました。3は底側のみ切りました。洗濯洗剤です。注ぎ口を利用します。かなりしっかり張り付いています。ペンチで外します。カッターナイフでカリカリ削りました。剥がすのは結構大変でした。ペンで位置合わせします。千枚同士を熱して穴を開けます。徐々に穴を広げます。デザインカッターでデコボコを切り落とします。洗濯洗剤の注ぎ口をはめ込んで穴の大きさを確認します。シーリング剤とシーリングガンです。両方ともキンブルで110円でした。先端を切ります。先端を外して中の銀色の部分を破ります。先端を元の位置に戻します。シーリング剤をガンにセットします。レバーを引いてシーリング剤を出します。隙間を埋めていきます。洗濯洗剤の注ぎ口です。シーリング剤を塗りつけます。内側です。シーリング剤を塗りつけます。シーリング剤の先端を外します。先端から取り出して塗りつけます。ラップです。シーリング剤の先端にかぶせて保管します。完成しました。完成しましたが、内部が狭すぎるので、1、2の向きを変えます。青色の蓋を外側にします。シーリング剤をカッターナイフで切ります。青色の蓋を外側にして、内部を少しでも広くするのが目的です。
しかし、そもそもこのポップコーンの箱自体をやめた方が良いです。もう少し大きい箱で作ることをお勧めします。1と2を外しました。1と2の青色の蓋を外側にして付け直します。シーリング剤で隙間を埋めます。完成です。2と3の位置は90度です。青色の蓋が外側になりました。1、2の内側のシーリング剤は上側のみつけました。上側のみシーリング剤がついています。しかし内側のシーリング剤は一切つけなくても良いような気もします。ちなみに下側にはシーリング剤をつけていません。3の内側はシーリング剤は一切つけていません。先ほども言いましたが、1、2の内側もシーリング剤を一切つけなくてもよかったように思います。洗濯洗剤の注ぎ口にキャップをつけます。千枚同士を熱してエアチューブを通す穴を開けます。エアチューブの先端につけた網戸のゴムを一旦外してエアチューブを穴に通します。先ほど外した網戸のゴムをエアチューブの先端に差し込みます。アルミナシャープ120をペットボトルに入れます。エアポンプは足スイッチで操作します。足スイッチの作り方は動画13の17分45秒から説明しています。スーパーなどでももらえる袋です。1と2の容器に挟み込みます。ビニールテープです。蓋の隙間から砂が出ないようにゴムパッキンの役割として貼り付けます。しかしこのビニールテープは最終的に剥がすことになりますのでご注意ください。蓋を乗せたらビニールテープで一周固定します。先ほども言いましたが、このビニールテープは後ほど剥がすことになるのでご注意ください。千枚同士を熱して穴を2つ開けます。セリアで購入したエアストーンを差し込みます。エアポンプの空気でポップコーンの箱が膨張した時にエアストーンから空気が抜けていきます。エアストーンが空気抜きになります。このガラスをサンドブラストします。3の蓋を開けてガラスを入れます。足スイッチでエアポンプを作動させるとアルミナが吹き出します。3の蓋を開けてガラスを取り出します。アルミナを吹き付けた部分は艶消しになっています。こちらも同じです。アルミナを吹き付けた部分は艶消しになっています。3の蓋を開けて瓶を入れます。文字を書いています。このように文字を書くこともできます。蓋の透明度はあまりないので見えづらいです。蓋を改良します。ゴムパッキン代わりのビニールテープも外します。ナイフを熱して蓋を切り抜きます。直径160ミリです。幅30センチのラップです。箱にかぶせて蓋をします。はみ出ている部分を切り取ります。
ビニールテープで4箇所ほど留めます。ビニールテープで一周しっかりと固定します。これで内部が見やすくなりました。100均などでも販売しているクラフトパンチです。ダイソーで購入したシール千代紙です。折り紙みたいに見えますが、シールです。シールだけでパンチするより、紙に挟んだ方がきれいにパンチできると思います。先ほどは白い紙にシールをサンドイッチしましたが、今度は下側のみに白い紙を重ねてパンチします。パーツクリーナーで瓶をきれいにします。切り抜いたハートの外側部分を貼り付けます。デザインカッターの先端を軽く刺してシールを剥がします。ハートの中に天使を貼り付けます。周りをビニールテープで覆います。こちらも同じです。デザインカッターの先端を軽く刺してシールを剥がします。瓶に貼り付けます。こちらはマニキュアです。爪楊枝で点をつけます。同じくマニキュアと爪楊枝です。文字を書いています。文字の周りに点をつけました。パーツクリーナーで瓶をきれいにします。確か100均で購入したと思うシールです。シールを貼り付けます。瓶を入れます。アルミナを吹き付けます。取り出します。こちらも同じです。アルミナを吹き付けます。映像では伝わらないと思いますが、箱の中の空気抜きが少々追いついていない感じです。現在空気抜きにはエアストーンを2つ使用していますが、後ほどガソリンフィルターを取り付けます。取り出します。作業内容は同じです。アルミナを吹き付けます。両手を使っているので、足スイッチは大変便利です。アルミナをペットボトルに戻します。このように繰り返しアルミナを使用しますが、そのうち研磨力が弱くなっていくと思います。シールを剥がします。水洗いしました。こちらもシールを剥がします。シールの跡をパーツクリーナーで拭き取ります。こちらもシールの跡があります。これはマニキュア落としです。マニキュアの点を拭き取るついでにシールの跡も一緒に拭き取ります。完成品です。
こちらも同じです。マニキュア落としで文字を拭き取ります。完成品です。こちらも完成品です。ガラスの色が濃い方が模様がはっきり見えるようです。今回使用しているサンドブラストですが、音はすごく静かです。夜中に作業しても、隣に誰か寝ていても問題ない音です。先にも言いましたが、ポップコーンの箱は小さすぎました。子供の手ぐらいなら問題ないかもしれませんが、大人の手では少々作業しづらいと思います。もう少し大きな箱を使用することをお勧めします。動画の最後でクーラーボックスを利用した箱を紹介します。クーラーボックスは基本的にプラスチック製なので加工もしやすくおすすめです。絵の具と糊です。ペットボトルのキャップに絵の具と糊を入れます。筆でかき混ぜます。筆で文字を書きます。爪楊枝で点をつけます。こちらは爪楊枝で文字を書いています。爪楊枝で点をつけます。絵の具と糊で書いた文字です。絵の具と糊で書いた文字も剥がれることなく、アルミナを吹き付けることができました。ここまでは毎分15リットルのエアポンプを使用してきましたが、毎分6リットルのエアポンプでも同じように作業できるか実験します。エアポンプ YP15A を YP6A に交換します。YP6A でアルミナを吹き付けています。少し弱い感じはしますが、傷はついています。艶消しになっています。取り出して筆でアルミナを落とします。艶消しになった部分を確認します。ところどころ透けている部分があるのでやり直します。再度アルミナを吹き付けています。取り出して筆でアルミナを落とします。先ほどとの比較です。薄い部分がなくなりました。カタカナは YP6A、ひらがなは YP15A でアルミナを吹き付けました。絵の具と糊なので水で落とすことができます。完成品です。先ほども言いましたが、ひらがなの方は YP15A でアルミナを吹き付けました。カタカナの方は YP6A でアルミナを吹き付けました。仕上がりは同じだと思いますが、作業時間は YP6A の方がかかりました。次は毎分40リットルのエアポンプを試してみます。こちらのエアポンプを使います。これは椅子の足などの先端に取り付けるゴムキャップだと思います。5.7 ミリのドリルで穴を開けます。エアポンプの出口に取り付けます。エアチューブを差し込みます。エアストーンを一つ外してガソリンフィルターに交換します。こちらの方が空気の排出が大きいと思います。このガラスをサンドブラストします。ガソリンフィルターにすると
空気の排出が大きくなり、箱の膨張が収まりました。取り出します。筆でアルミナを落として確認します。水洗いしました。アルミナを吹き付けた部分は艶消しになっています。こちらは以前作った箱です。キンブルで購入した中古のクーラーボックスです。これも箱の大きさはだいぶ小さいとは思いますが、ポップコーンの箱に比べればかなり使いやすい大きさです。丸い部分は明かり取りの窓です。この窓は必ずしも必要ではありませんが、箱の中は暗くなるので、明かり取りの窓があると作業性は良くなると思います。蓋側は切り取ってアクリル板をつけました。アクリル板はネジとボルトで固定してシーリング材で隙間を埋めています。ここから小さいものを出し入れします。ポップコーンの箱ではアルミナの粉をペットボトルに戻すために洗濯洗剤の注ぎ口を取り付けましたが、この箱を作った時にはそのような発想がなかったため、注ぎ口はつけていません。これはエアチューブを差し込む穴です。あと空気抜きのエアストーンやガソリンフィルターもついていないので、つけた方が良いと思います。これで動画ナンバー16を終わります。理科室でとんぼ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。